宙には私たちの目には見えない不思議な粒子が存在します。その名もニュートリノ。今日は、このニュートリノと、宇宙で最も謎めいた天体であるブラックホールとの意外な関係についてお話しします。この動画を最後まで見ると、目に見えない超小さな粒子を使って、どのように巨大なブラックホールの姿を観測できるのか、そして私たちの宇宙がいかに不思議で魅力的な場所であるかがわかります。ニュートリノという粒子をご存知でしょうか？この粒子は、あまりにも小さく、あまりにも軽いため、普通の物質をほとんど素通りしてしまいます。実は今この瞬間も、太陽から放出された何兆個ものニュートリノが、あなたの体を通り抜けています。でも、そんな捉えどころのない粒子が、実は宇宙の巨大なブラックホールの姿を私たちに見せてくれるのです。最新の研究により、科学者たちは南極の氷の中に埋め込まれた特殊な装置を使って、約4700万光年離れた銀河の中心にある巨大ブラックホールからやってくるニュートリノを検出することに成功しました。このブラックホールは、太陽の1000万倍もの質量を持つ超巨大なもので、周囲には強力な磁場が存在しています。この磁場は、私たちが地球で作り出せる最も強力な磁場をはるかに超える強さを持っています。ニュートリノを理解するために、まずは身近な例えで説明してみましょう。例えば、あなたが厚い壁の向こう側にいる人の声を聞こうとしているとします。普通の音を壁に遮られてしまいますが、ニュートリノは壁どころか、地球全体さえも簡単に通り抜けることができます。実際、ニュートリノは物質との相互作用がとても弱いため、1光年、約 9.5 兆 km の厚さの鉛の壁があったとしても、その半分しか止めることができないほどです。このニュートリノを検出するために、科学者たちは南極の氷の中にアイスキューブと呼ばれる巨大な観測装置を設置しました。この装置は、1立方キロメートルもの氷の中に5000個以上の特殊な光検出器を埋め込んだもので、世界最大のニュートリノ検出器となっています。それでは、ニュートリノ検出の仕組みについて、さらに詳しく説明していきましょう。アイスキューブがニュートリノを検出する仕組みは、実はとても興味深いものです。ニュートリノが氷の中の水分子と相互作用すると、電子やミューオンと呼ばれる別の粒子に変化することがあります。これらの粒子は氷の中を高速よりも速く移動します。高速より速く？それは特殊相対性理論に反するのではと思われるかもしれません。実は、物質の中での光の速さは真空中よりも遅くなります。氷の中では約 25% 遅くなるのです。この現象によって、多い光の円錐が粒子の後ろに形成されます。これは、ジェット機が音速を超えた時に発生する衝撃波、ソニックブームと似た現象です。この光をチェレンコフ放射と呼びます。アイスキューブの光検出器は、このチェレンコフ放射を捉えることで、ニュートリノの存在を検知します。まるで、暗闇の中で懐中電灯の光を追いかけるようなものです。この検出の仕組みをより詳しく説明しましょう。光検出器は、氷の中に掘られた深さ 1.5km の穴の中に設置されています。なぜそんなに深いところに設置するのでしょうか？それは、地表近くのノイズを避けるためです。私たちの周りには様々な放射線が飛び交っていますが、深い氷の中であれば、それらの影響を最小限に抑えることができます。また、南極の氷を使用する理由も興味深いものです。南極の氷は、何万年もかけて積もった雪が圧縮されてできた純度の高い氷です。この透明な氷は、チェレンコフ放射を検出するのに理想的な環境を提供してくれます。光検出器は、非常に小さな光でも捉えることができる高感度なセンサーです。家庭用の照明センサーと比べると、100万倍以上も感度が高いと言われています。これらの検出器は、3次元的なグリッド上に配置されており、まるで巨大な 3D デジタルカメラのように機能します。しかし、ニュートリノの観測には大きな課題があります。それは、地球の大気中で発生する宇宙船由来のニュートリノと、本当に観測したい宇宙からのニュートリノを区別する必要があることです。この問題を解決するために、科学者たちは賢い方法を考え出しました。地球の反対側からやってくるニュートリノだけを観測するのです。これは、地球全体を巨大なフィルターとして利用する賢い方法です。私たちの周りには、宇宙から降り注ぐ宇宙線によって作られる大量の粒子が存在します。
これらの粒子の多くは地球を通り抜けることができませんが、ニュートリノだけは地球を突き抜けることができます。例えば、もしあなたが地面の下深くに埋められた宝物を探したいとき、金属探知機を使うことができます。同じように、科学者たちは地球の反対側からやってくるニュートリノを探知することで、宇宙からの純粋なニュートリノ信号を得ることができるのです。この方法には、もう一つの利点があります。それは、観測したい天体が地平線の下に沈んでいる時だけ観測できるということです。これは一見すると不便に思えるかもしれませんが、実は大きな利点があります。観測時間が限られることで、背景のノイズを正確に測定し、差し引くことができるのです。なぜなら、大気中で発生したミューオンは地球を通り抜けることができないからです。この方法を使って、科学者たちは M77 または NGC1068 と呼ばれる銀河からやってくるニュートリノの超過を発見しました。この発見は偶然である確率が1万分の1しかないほど確実なものでした。科学の世界ではこのような発見の確実性をシグマという単位で表現します。この場合は 4.2 シグマという値で、これは統計学的に見てかなり信頼できる発見であることを示しています。天文学の歴史において、新しい観測方法による発見は常に大きな転換点となってきました。例えば、ガリレオが望遠鏡を夜空に向けた時、それまで誰も見たことのない木星の衛星を発見しました。同じように、ニュートリノという目に見えない粒子を使って宇宙を観測する方法は、私たちに全く新しい宇宙の姿を見せてくれる可能性を秘めています。M77 銀河は、私たちの銀河系から4700万光年離れた場所にある渦巻き銀河です。4700万光年という距離は、私たちの想像を超えるほど遠いものです。光年とは、光が1年間に進む距離を表す単位で、1光年は約 9.5 兆 km です。つまり、M77 銀河は約 4.5 京 km 離れているということになります。この銀河は、地球から見るとクジラ座の方向にあります。望遠鏡で見ると、美しい渦巻き構造を持つ銀河として観察することができます。渦巻き腕と呼ばれるこの構造には、無数の星々や星間ガス、塵が含まれています。しかし、M77 銀河の最も興味深い特徴は、その中心部にあります。通常の銀河の中心部は明るく輝いていますが、M77 銀河の中心部は熱いガスと塵に覆われているため、直接観察することが困難です。これは、セイファート銀河と呼ばれる特殊な種類の銀河の特徴の一つです。そこには、太陽の1000万倍もの質量を持つ超巨大ブラックホールが存在し、現在活発に周囲の物質を飲み込んでいます。この過程で強力な磁場が生まれ、それが高エネルギー粒子を加速させ、ニュートリノを生成しているのです。この磁場は、地球の磁場と比べると100億倍以上も強力です。このような強力な磁場は、周囲の物質を加速させ、まるで巨大な粒子加速器のように機能します。地球上で最も強力な粒子加速器であるセルンの大型ハドロン衝突型加速器、LHC でさえ、このブラックホールの周りで起きている自然の加速現象には及びません。ブラックホールの周りでは、物質が渦を巻きながら落ち込んでいく膠着円盤と呼ばれる構造が形成されます。この円盤の温度は数百万度にも達し、強い光を放射しています。さらに、磁場の作用により、円盤の両極から高速の粒子の流れ、ジェットが噴出されることがあります。このジェットの中では、粒子同士が高速で衝突し、その過程でニュートリノが生成されます。これは、まるで宇宙空間に浮かぶ巨大な粒子工場のようなものです。この発見は、ブラックホールの周辺環境について私たちに新しい知見をもたらしました。特に興味深いのは、ブラックホールの周りで物質がどのように振る舞うかについての理解が深まったことです。これまでの観測では、光や電波、X 線などの電磁波を使って調べるしかありませんでした。しかし、これらの電磁波は物質に遮られてしまうため、ブラックホール近傍の様子を直接見ることは困難でした。ニュートリノは物質をほとんど素通りするため、ブラックホールのごく近くで起きている現象についての情報を私たちに届けてくれます。これは、まるで不透明な壁の向こう側を見通すことができる特殊なゴーグルを手に入れたようなものです。さらに、ニュートリノの観測は、ブラックホールの周りにある強力な磁場の構造を理解する手がかりも与えてくれます。
これらの磁場は、ブラックホールからのジェットの形成や、物質の膠着過程に重要な役割を果たしていると考えられています。現在、科学者たちはアイスキューブをさらに拡張し、10立方キロメートルまで大きくする計画を進めています。これにより、ニュートリノの検出率は約10倍に向上すると期待されています。このアイスキューブの拡張計画は、アイスキューブ、ジェン2と呼ばれています。新しい検出機は、より高感度で、より広い範囲のエネルギーのニュートリノを検出できるように設計されています。これにより、より多くの天体からのニュートリノを観測できるようになるでしょう。具体的には、新しい光検出機は従来のものよりも2倍以上の感度を持ち、より小さな光のシグナルでも捉えることができます。また、検出機の配置も最適化され、より正確にニュートリノの到来方向を特定できるようになります。この拡張により、私たちは宇宙のニュートリノ地図をより詳細に作成することができるようになります。これは、まるで宇宙の新しい写真集を作るようなものです。ただし、この写真集は光ではなく、ニュートリノを使って撮影されたものということになります。さらに興味深いことに、科学者たちは月全体をニュートリノ望遠鏡として使用することも検討しています。月をニュートリノ検出機として使用するというアイデアは、一見すると突飛に思えるかもしれません。しかし、月の質量は地球の約81分の1で、直径は約 3474km もあります。この巨大な物体をニュートリノ検出機として利用できれば、これまでにない規模の観測が可能になります。月でのニュートリノ検出は、月の表面で発生するチェレンコフ放射を地球から観測することで行えます。高エネルギーのニュートリノが月の物質と相互作用すると、電波の形でチェレンコフ放射が発生します。この電波は地球まで届くため、大型の電波望遠鏡で検出することができます。このような観測方法は月面ニュートリノ観測と呼ばれ、すでにいくつかの実験が行われています。ただし、現在のところ確実な検出には至っていません。将来、より感度の高い観測装置が開発されれば、月を使ったニュートリノ観測が実現するかもしれません。実は、太陽は宇宙で最も明るいニュートリノ源です。毎秒100兆の100億倍の100億倍ものニュートリノを生成しています。この途方もない数のニュートリノは、太陽の中心部で起きている核融合反応によって生み出されています。太陽の中心部の温度は約1500万度にも達し、この超高温環境下で水素原子が融合して、ヘリウム原子が作られます。この過程で大量のニュートリノが放出されるのです。太陽のニュートリノ観測は、太陽内部で起きている核融合反応を直接確認できる唯一の方法です。なぜなら、太陽の中心で生成されたニュートリノは、ほぼ高速で太陽の外へと飛び出していくからです。一方、光の粒子である光子は、太陽の中心から表面に到達するまでに約10万年もかかります。太陽のニュートリノを観測することで、私たちは太陽の心臓部で今まさに何が起きているのかを知ることができます。これは、人体で言えば、体の表面だけでなく、内部の臓器の働きを直接観察できるようなものです。これらのニュートリノは、核融合反応の過程で生まれます。太陽から放出されたニュートリノは、あらゆる方向に広がっていきます。このニュートリノの流れは、巨大な球状の波として宇宙空間に広がっていきます。地球に到達するニュートリノの数は、地球の断面積と太陽からの距離によって決まります。計算すると、地球全体では1秒間に約10の38乗個のニュートリノを受け取っていることになります。面白いことに、夜間でも太陽からのニュートリノは地球に届いています。これは、ニュートリノが地球を簡単に通り抜けることができるからです。つまり、私たちは昼夜を問わず、常に太陽の中心部を観察していることになります。しかし、これらのほとんどは地球全体をも素通りしてしまいます。ニュートリノ天文学の歴史において、確実な検出に成功した天体は、太陽と1987年に大マゼラン雲で発見された超新星 SN1987i の残骸のみでした。超新星 SN1987i の発見は、ニュートリノ天文学における重要な転換点となりました。この超新星爆発は、地球から約16万光年離れた大マゼラン雲で発生しました。爆発の瞬間に放出されたニュートリノは、光よりも数時間早く地球に到達し、世界中の複数のニュートリノ検出機で観測されました。
この観測は、星の最後の瞬間を初めてニュートリノで捉えた歴史的な出来事でした。超新星爆発では、わずか数秒間で、その星が一生涯に放出する、光のエネルギーの 99% に相当するエネルギーがニュートリノとして放出されます。超新星からのニュートリノ観測により、私たちは星の内部で起きる最後の核融合反応の様子を直接見ることができました。これは、まるで星の臨終の場面に立ち会えたようなものです。この観測により、星の終末期における物理過程についての理論的な予測が正しいことが確認されました。しかし、M77 銀河からのニュートリノの発見により、新しい時代が始まったと言えます。この M77 銀河からのニュートリノの発見は、活動銀河核という全く新しいタイプのニュートリノ源を特定した画期的な成果です。これまでの観測対象は、比較的近くの天体に限られていましたが、この発見により、はるかに遠方の天体からのニュートリノも検出できることが実証されました。活動銀河核は、銀河の中で最もエネルギッシュな天体現象の一つです。その中心にある超巨大ブラックホールは、周囲の物質を激しく飲み込みながら、強力なジェットを噴出しています。このような極限的な環境でニュートリノが生成される過程を理解することは、高エネルギー物理学の重要な研究課題となっています。これは、超新星爆発、中性子星の衝突、ブラックホールによる恒星の破壊現象など、様々な高エネルギー現象の研究に新しい可能性を開くものです。ここで、ニュートリノについてもう少し詳しく説明しましょう。粒子物理学では、物質を構成する基本的な粒子を素粒子と呼びます。素粒子は大きく分けて、物質を構成するフェルミオンと、力を伝えるボソンに分類されます。これは、まるで宇宙というオーケストラで、フェルミオンが楽器を演奏する音楽家で、ボソンが音歌のようなものだと考えることができます。ニュートリノは、フェルミオンの中でもレプトンと呼ばれるグループに属しています。レプトンには、電子、ミューオン、タウ粒子という3種類の価電粒子があり、それぞれに対応するニュートリノが存在します。これらは、電子ニュートリノ、ミューオンニュートリノ、タウニュートリノと呼ばれています。面白いことに、ニュートリノには振動という不思議な性質があります。一つの種類のニュートリノが、飛行中に別の種類のニュートリノに変化することがあるのです。この現象はニュートリノ振動と呼ばれ、2015年のノーベル物理学賞の対象となりました。ニュートリノは素粒子の一種で、フェルミオンと呼ばれる物質粒子に分類されます。電子、ミューオン、タウ粒子という3種類の価電レプトンに対応して、電子ニュートリノ、ミューオンニュートリノ、タウニュートリノの3種類が存在します。これらのニュートリノの最も特徴的な性質は、電気的に中性であり、質量が極めて小さいことです。ニュートリノの質量は、電子の質量の100万分の1以下だと考えられています。しかし、その正確な値はまだ分かっていません。このような極めて小さな質量を持つ粒子が、なぜ存在するのか、そしてどのようにして質量を獲得したのかは、現代物理学の大きな謎の一つです。また、ニュートリノの質量が極めて小さいことは、宇宙の大規模構造の形成にも重要な影響を与えています。ビッグバン直後の宇宙で生成されたニュートリノは、今でも宇宙空間を飛び交っており、宇宙背景ニュートリノと呼ばれています。また、ニュートリノは重力と弱い核力でしか相互作用しないという特徴があります。これが、ニュートリノの検出を非常に困難にしている理由です。ニュートリノが物質と相互作用する確率は極めて低く、典型的な太陽ニュートリノが地球を通過する際に物質と反応する確率は10の20乗分の1程度です。これは、宝くじで1等に当たる確率よりもはるかに低い確率です。この性質は、ニュートリノ検出器の設計に大きな課題をもたらします。検出器は大きければ大きいほど、ニュートリノを捕まえる確率が高くなります。アイスキューブが1立方キロメートルという巨大な規模で作られているのは、このためです。ただし、ニュートリノの検出が困難であることには、利点もあります。ニュートリノは物質との相互作用が極めて少ないため、宇宙の最も密度の高い領域からでも、ほとんど影響を受けることなく地球まで到達することができます。これは、まるで宇宙の中で起きている出来事を、どんな障害物にも邪魔されることなく、観察できる特別な望遠鏡を手に入れたようなものです。
しかし、この欠点は、実は大きな利点でもあります。例えば、超新星爆発が起きた時、その中心部は非常に高密度になるため、高波何時間もかけて表面まで到達する必要があります。一方、ニュートリノは数秒で星の外に飛び出すことができます。そのため、ニュートリノ観測により、超新星爆発の最も初期の段階で起きている現象を直接観察することができます。これは医療で言えば、X 線や MRI で体の内部を見ることができるようになったことに似ています。ただし、ニュートリノの場合は、宇宙で最も極端な環境の内部を見ることができるのです。ニュートリノは物質をほとんど素通りするため、宇宙の奥深くから直接情報をもたらすことができるのです。光や他の粒子では到達できないような密度の高い天体の内部からでも、ニュートリノは簡単に抜け出してくることができます。現在、科学者たちは電波でもチェレンコフ放射を探知する方法を研究しています。これにより、より広大な南極の氷床を観測に利用することが可能になります。実際、アニタと呼ばれる気球実験では、すでにこの方法が実践されています。このような新しい観測方法の開発により、私たちの宇宙に対する理解はますます深まっていくことでしょう。特に、活動銀河核、AGN と呼ばれる現象の研究において、ニュートリノ観測は重要な役割を果たすと期待されています。M77 銀河のような活動銀河核では、中心のブラックホールの周りにガスの円盤が形成されています。この円盤は極めて高温で、強い光を放射しています。さらに、強力な磁場によって、ジェットと呼ばれる高エネルギー粒子の流れが両極方向に噴出されることがあります。このジェットは、地球上で作ることができるどんな加速器よりも強力な自然の粒子加速器として機能します。ジェット内での粒子の衝突により、ニュートリノが生成されると考えられています。実際、2017年には、ブレーザーと呼ばれる特殊な活動銀河核からの高エネルギーニュートリノが1個検出されました。ブレーザーは、ジェットが地球の方向を向いている活動銀河核で、相対論的な効果により、放射が増幅されて見えます。ニュートリノの検出により、私たちは宇宙の暗い部分を見ることができるようになりました。例えば、活動銀河核の中心領域は、通常、熱いガスや塵に覆われていて、光では直接観察することができません。しかし、ニュートリノはこれらの物質を簡単に通り抜けることができます。興味深いことに、私たちの体を通り抜けるニュートリノの一部は、実際に目で見える可能性があります。理論的には、ニュートリノが目のガラス体と相互作用して、チェレンコフ放射を発生させる可能性があるのです。しかし、この現象を実際に目にする確率は極めて低く、100万人に1人程度です。世界の人口が80億人であることを考えると、毎日数人がこの現象を経験している可能性があります。ただし、目に不思議な光が見える場合は、念のため医師に相談することをお勧めします。このように、ニュートリノ天文学は、私たちに宇宙の新しい見方を提供してくれます。従来の望遠鏡では見ることができなかった現象を観測し、宇宙の謎に迫ることができるのです。今後、より大規模なニュートリノ観測施設が建設され、より多くの天体からのニュートリノが検出されることでしょう。それにより、私たちの宇宙に対する理解はさらに深まっていくはずです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。